大変なのだ、大変なのだ、大ニュースなのだ。どうしたの？急に朝からうるさいわね。うるさいとか言ってる場合じゃないのだ。これを見るのだ。ああ、BTS のカムバックの話ですわね。知ってますわよ。知ってたのだ。僕は今朝知って、朝ごはんの餅を喉に詰まらせたのだ。餅を詰まらせないでくださいませ。それだけじゃないのだ。4月17から18日に東京公演もあるのだ。日本に来るのだ。映画館でのライブビューイングも同時開催ですわ。僕行きたいのだ。チケット買ってほしいのだ。あなたバーチャルキャラクターでしょうに。まあいいですわ。でもね、ずんだもん。今日は BTS だけじゃなくて、もっと大きなテーマを話しましょう。もっと大きいのがあるのだ。K-POP と J-POP、この30年の物語ですわ。でも僕 J-POP 派なのだ。Ado とか、米津玄師とか好きなのだ。だからこそ面白いのですわ。ところで、一つ驚く事実を教えてあげましょうか。何のだ？日本は K-POP 最大の海外市場で世界第1位ですの。日本が K-POP の1位なのだ。2025年 K-POP アルバム輸出額で日本は8060万ドルで堂々の1位ですわ。つまり、この動画を見ている皆さんこそが K-POP を支える最大の海外ファンなのですの。僕たちがそんなに重要だったのだ。あ、そうそう。最後に超難問クイズがありますから、ぜひ最後まで見てくださいませ。答えはコメント欄で。絶対当ててやるのだ。では行くのだ。まず、K-POP の歴史を5つの時代に分けて一気に駆け抜けましょう。一気に、スピード感大事なのだ。第1期、1992年から1999年、帯同の時代ですわ。帯同？赤ちゃんのことなのだ。音楽ジャンルとしての K-POP の誕生ですの。1992年に、ソテジ&ボーイズがテレビ番組に出て、ヒップホップとテクノを融合した曲、僕は知ってるを披露したのですわ。これが韓国では衝撃的だったの。それまでの韓国音楽はトロットやバラードが中心でしたから。そして1995年に SM エンターテインメントが設立されて、練習生制度が生まれますわ。練習生って何のだ？歌ダンス語学演技を何年もかけて、徹底的に訓練するシステムですの。日本のジャニーズ研修にも似ていますが、もっと体系的で国際的ですわ。この仕組みから HOT、SES、東方神起、そして後の BTS まで、すべてが生まれたのですの。工場みたいなのだ。良い意味でも悪い意味でも、そう言われることがありますわね。第2期、2000年から2009年、韓流とアジア進出の時代。冬のそなたの時代なのだ。僕のおばあちゃんがヨン様大好きだったのだ。まさにそれですわ。韓流ドラマがアジア全域で、K カルチャーへの関心を爆発させたのですの。そしてここで重要な人物が登場しますわ。誰なのだ？ボアですわ。2001年に日本デビューして、なんとオリコンチャート1位を獲得。K-POP、アーティストとして初めて日本市場を攻略した歴史的存在ですの。すごいのだ。日本語もペラペラだったのだ。ペラペラでしたわ。練習生になって、日本語も猛勉強したのですの。その後東方神起、ビッグバン、少女時代がアジアを制覇していきますわ。第3期、2010年から2019年、世界爆発の時代。ここからが本番なのだ。2012年、サイのコーナンスタイルが YouTube で人類初の10億再生を達成。世界中の人が追ったカンナムスタイル、と踊ったのですわ。あのおじさんの馬ダンスなのだ。そして2018年 BTS がビルボード HOT100 で1位を獲得。非英語圏アーティストとしてこれは歴史的事件でしたわ。K-POP の育成システムと SNS 戦略とファンダム文化、この3つが完璧に噛み合った結果ですの。第4期、2020年から現在、グローバルシステム確立の時代。K-POP のアルバム輸出額は2025年に史上最高3億170万ドルを記録。日本が最大の海外市場で8060万ドル。ハイブの年間売上は 18.6 億ドルで過去最高ですわ。数字がすごすぎるのだ。そして第5期、未来、20や&チームのような各国現地オーディション、AI メタバースなど連携すること。ただし、課題もありますわ。
韓国国内市場の空洞化が進んでいるのですの。海外ばっかり見てると、足元が危ないのだ。そういうことですわ。では次は、この K-POP の30年を J-POP と鍋て比較しましょう。いよいよ対決なのだ。実況は僕、済んだもんなのだ。解説は四国メタンですわ。80年代から始めましょう。80年代は J-POP の圧勝なのだ。シティポップは今でも世界中でバズってるのだ。竹内まりやのプラスチックラブが YouTube で何千万再生されたのは有名な話ですわね。40年前の曲が2020年代にリバイバルヒットするなんて J-POP の底力を感じますわ。山下達郎のライドオンタイムもなのだ。外国人がめっちゃ聴いてるのだ。一方、韓国はこの時代まだトロットとバラードが中心で、国際的な発信力はほぼゼロでしたの。この頃の K-POP を知ってる外国人はほとんどいなかったのだ。ほぼいなかったでしょうね。チョヨンピルは韓国の国民的歌手ですが、アジア全域に響いたのはもう少し後の話ですわ。1990年代。90年代の日本は CD が売れまくったのだ。小室哲哉プロデュース、安室ちゃん、スマップ、ミリオンセラーだらけなのだ。1998年の日本 CD 市場は約6075億円と世界最大級でしたわ。まさに黄金時代ですの。K-POP はまだ赤ちゃんだったのだ。赤ちゃんですが、とても賢い赤ちゃんでしたわ。SM エンターが練習生システムを磨き上げて、HOT が10代の心を掴んで、この時期に土台を作ったことが、後の世界制覇につながるのですの。90年代の J-POP が世界一だった頃に、K-POP は密かに牙を磨いてたのだ。知的な表現しますわね。2000年代、宇多田ヒカルのファーストラブは、日本史上最も売れたアルバムなのだ。765万枚だと。すごい記録ですわね。でもここで注目したいのは、宇多田ヒカルのような天才がいながら、日本の音楽業界全体としては、海外展開に消極的だったことですの。なんでなのだ？国内で十分売れたからなのだ。その通り、日本市場があまりに巨大だったので、わざわざ海外に出る必要がなかったのですわ。これをガラパゴス化と呼びますの。ガラパゴスって、あの島のことなのだ。独自に進化しちゃうやつなのだ。日本の音楽はガラパゴス諸島のように、独自の生態系の中で高度に進化したけれど、世界のメインストリームからは孤立していったのですの。もったいないのだ。一方で、K-POP は逆の戦略を取りましたわ。韓国市場は日本よりずっと小さい。だから海外に出なければ生き残れない。という危機感があったのですの。ボアは日本語を猛勉強して、日本のオリコン1位を取りましたわ。東方神起は日本で何年も活動して、ドーム公演を成功させた。市場の小ささが、グローバル化の原動力になったのですの。ピンチをチャンスに変えたのだ。少年漫画の主人公みたいなのだ。2010年代、サイのコーナースタイル、あの馬ダンスが世界を制覇したの。YouTube 10億再生を人類で初めて達成したのだ。2012年のことだ。そしてここから K-POP はデジタル全力投球戦略を加速させますの。YouTube に MV をフルで無料公開し、Twitter や Instagram でファンと直接つながり、V ライブでメンバーの日常を配信する。J-POP はどうだったのだ？ J-POP はこの時期 CD 販売を守る戦略を続けたのですわ。そこが明暗を分けたポイントですの。K-POP は世界中どこにいてもアクセスできるコンテンツを作った。J-POP は日本に来てもらうビジネスモデルだった。でもワンオクロックは海外ツアーもしてたのだ。ワープドツアーにも出てたのだ。いい指摘ですわ。ロックバンド個別では海外進出がありましたが、業界全体の国家戦略としてグローバル化を推進した K-POP とは規模が違ったのですの。2020年代、アドのショーはUSJ のハロウィンコラボで大バズりしたのだ。アノンバーハッハってやつなのだ。あなた、声真似しないでくださいませ。あと、夜遊びのアイドルはSpotify 世界1位を取ったのだ。日本人アーティスト初なのだ。そうですわね。ここが2020年代の面白いところ。K-POP は従来通り SNS 戦略で世界を攻め、J-POP はアニメという翼で、別ルートから世界に飛び出したのですの。道は違うけど、どっちも世界に届いてるのだ。
2026年3月、K-POP のトップは BTS で、Spotify 8200万フォロワー最多、J-POP のチャートトップはYOASOBIのアドレナが1位、アドのビバリウムが2位、そして BTS のカムバックで、今年の音楽シーンはさらに激動の年になりますわ。さて、ここからは数字で冷静に比較しましょう。数字、説得力があるのだ。日本が世界第2位の音楽市場なのだ。知らなかったのだ。多くの日本人が知らない事実ですわ。日本の音楽市場は約70億ドル規模で、アメリカに次いで世界第2位。これは中国やイギリスやドイツよりも大きいのですの。すごいのだ。じゃあなんで、海外で目立たないのだ。市場が巨大すぎて、国内だけで完結できてしまうからですわ。さっき言ったガラパゴス化ですの。逆に K-POP は韓国市場だけでは、小さいから海外に出ざるを得なかった。つまり日本の強みが、そのまま弱みにもなっているのですわ。贅沢な悩みなのだ。あと面白いのは、日本は世界で最も CD フィジカルが売れる国ですの。他の国がほぼすべてストリーミングに移行した中で、日本だけはまだ CD が強い。これは独特な文化ですわ。CD にはブックレットとか写真とかついてるのが嬉しいのだ。メロンって、K-POP 版の LINE ミュージックみたいなものなのだ。そうですわね。韓国最大の音楽プラットフォームで、ここでの順位が K-POP 国内人気の指標になりますの。日本で言うとオリコンと LINE ミュージックを合わせたような存在ですわ。オリコンは知ってるのだ。1968年からあったと、歴史が違うのだ。ただ、最近はビルボード、ジャパンホットの方が実際に聞かれている曲の指標として注目されていますわ。オリコンは販売枚数重視ですが、ビルボードジャパンはストリーミングラジオ、動画再生なども含む総合指標ですの。さて、ここからが日本の皆さんに特に注目してほしいパートですわ。何なのだ？実は今、K-POP と J-POP の境界線を壊すグループが次々と生まれているのですの。境界線を壊す？かっこいいのだ。まず、20知ってるのだ。メイクユーハッピーの縄跳びダンスが TikTok でバズりまくったのだ。JYP エンターテインメントとソニーミュージックの合作で、メンバーは全員日本人の9人組。でも育成は韓国式の練習生システムですの。日本人だけど、K-POP 式の訓練を受けてるのだ。その通り、K-POP のシステムで日本人グループを作ったという最初の大成功モデルですわ。日本で社会現象になったのは皆さんご存知の通りですの。次に、XG。これは本当に面白い存在ですわ。XG。最近チャートで見るのだ。メンバー全員日本人なのに全曲英語なのだ。そうですの。韓国式のトレーニングを受けた日本人が英語で世界に向けて発信する K-POP でもJ-POP でもない無国籍ポップとも呼ばれる新しいジャンルですわ。もう国境とかジャンルとか関係ないのだ。そして、チームはHYBEと日本の合作プロジェクト、日本活動が中心ですが、K-POP のファンダムシステムを導入していますわ。HYBEって BTS の所属事務所なのだ。最後に忘れてはいけないのが TWICE ですわ。TWICE 大好きなのだ。サナもミナもモモも日本人なのだ。韓国3名、日本3名、台湾1名の多国籍構成で、日本レコード大賞を受賞し、日本で K-POP、グループ最多のドームツアーを実施。まさに日本韓国の架け橋の元祖ですの。TWICE がいなかったら、20も XG も生まれてなかったかもしれないのだ。ずんだもん。鋭い考察ですわ。さて、ここからは J-POP が持つ、K-POP にはない、独自の武器について話しましょう。J-POP の反撃タイムなのだ。僕 J-POP 派として応援するのだ。反撃というか J-POP が全く別のルートで世界に出たという話ですわ。K-POP が SNS 戦略で世界に出たなら、J-POP はアニメという最強の翼で世界に飛んだのですわ。YOASOBI のアイドルが Spotify 世界1位を取った時は鳥肌が立ったのだ。日本人初なのだ。しかもこの曲は推しの子のオープニングテーマとして世界同時配信されたのがキーでしたわ。アニメが世界190カ国以上で同時に見られる時代になったことで、そのオープニングテーマやエンディングテーマの曲も一瞬で世界中に届くようになったのですの。アニメが宣伝してくれるのだ。最強の広告なのだ。リサのグレンゲも
鬼滅の刃の世界的ブームと共に広がりましたし、アドはワンピースフィルムレッドの全楽曲を担当して、さらに USJ とのショーコラボで爆発的な認知度を得ましたわ。まあはは。だからその声真似やめてくださいませ。でも、これってすごいことなのだ。K-POP は BTS やブラックピンクが自分たちの力で SNS を使って世界に出たのだ。J-POP はアニメという日本が誇る文化コンテンツと一緒に世界に出た。道は全然違うけど、どっちも世界に届いてるのだ。素晴らしいまとめですわ。そして J-POP にはもう一つ、K-POP には存在しない独自の音楽エコシステムがありますの。僕たちの仲間の話なのだ。ある意味そうですわね。ボーカロイドですの。初音ミク、僕の大先輩なのだ。2007年に初音ミクが登場して、誰でも曲を作ってネットに投稿できる、という革命が起きましたわ。ニコニコ動画や YouTube にアマチュアクリエイターが大量の楽曲を投稿し、その中から才能が次々と見出されたのですの。で、その才能がどうなったのだ？ここが重要ですわ。よく聞いてくださいませ。余熱原子は元ボカロ P の8。夜遊びの綾瀬もボカロ P 出身。アドはニコニコ動画でうっせぇわを歌って大ブレイク。つまり、2026年、J-POP グローバルヒットの主要アーティストは、ほぼ全員ボカロニコ同出身なのですわ。全員なのだ。K-POP の事務所が育てるシステムに対して、J-POP はネットの海から才能が自然に生まれてくる土壌を持っているのですの。全く違うアプローチですが、どちらも音楽大国ならではの強みですわ。K-POP の練習生制度は農場型。J-POP のボカロ文化は森林型。計画的に育てるか、自然に生えてくるかの違いなのだ。ずんだもん。今日焼けに例えがうまいですわね。たまにキレッキレの日があるのだ。そして、VTuber 音楽も見逃せませんわ。星貝彗星や森カリオペがオリジナル楽曲で音楽チャート上位に入る時代ですの。バーチャルな存在が実在のアーティストと同じ土俵で戦える。これも J-POP 固有の現象ですわ。僕も歌えば売れるかもしれないのだ。それはまあ、頑張ってくださいませ。さあ、いよいよ今日のメインディッシュですわ。世界最大のボーイズグループ、BTS。ドキドキするのだ。データで見ると、BTS がいかに異次元の存在かわかりますわ。2013年デビュー。ファンクラブ名はアーミー。Spotify。フォロワーは K-POP 最多。累積販売は約1億510万枚相当。経済効果は年間約50億ドルで、韓国 GDP の約 0.3%。年間50億ドルの経済効果。韓国 GDP の 0.3%。もはや国家機関級ですの。サムスンのスマートフォン部門に匹敵すると言われていますわ。一つのアイドルグループが一国の経済を動かしているのですの。そりゃ兵役免除の議論にもなるわけなのだ。では、メンバーを紹介しましょう。まずリーダーの RM、キム・ナムジュン、IQ148 で独学で英語をマスターし、国連で2回演説をした知性派ですわ。ソロアルバム、インディゴで音楽性の幅も証明しましたの。次にジン、キム・ソクジン、自称ワールドワイドハンサムで、グループのムードメーカー兼ギャグ担当、メンバーで最初に除隊しましたわ。ソロハッピーは、ファンへの贈り物のような作品ですの。シュガ、ミンユンディ、プロデューサーとしても天才的で、ソロ名、アガスト、リーでアルバムとワールドツアーを成功させましたわ。2025年6月21日、メンバー最後の除隊で、ついに7人が揃ったのですの。J-HOPE、超細く、ダンスの神様と呼ばれる圧倒的身体能力の持ち主、ソロジャックインザボックスでダーク路線に挑戦し、ソロツアーの経験をグループに還元していますわ。ジミン、パクジミン、現代舞踊専攻の芸術家肌で、ソロフェイスがビルボード200で1位を獲得。日本での人気が特に高いメンバーですわ。V、キムテヒョン、独特な低音ボイスの持ち主で、ソロレイオーバーがビルボード200で2位。インスタグラムフォロワーは億を超え、愛犬4ターンも大人気ですの。そしてジョンブク、チョンジョンブク、黄金マンで末っ子の異名を持ち、歌、ダンス、ビジュアル、すべてがトップクラス。ソロセブンがグローバルメガヒットし、FIFA、ワールドカップ開会式でも歌唱しましたわ。7人全員がソロでも大成功してるのだ。普通、グループから離れたら人気落ちるのに。そこが BTS のすごいところですわ。
個人でも強い、集まるともっと強い、そしてソロ活動で得た経験やスキルをグループに持ち帰るのですの。僕の推しは全員なのだ。選べないのだ。アーミーあるあるですわね。ちなみに自民は、日本での人気が特に高いメンバーとして知られていますわ。繊細で情感豊かなパフォーマンスは、日本人の美意識に響くものがあるのかもしれませんわね。代表曲を振り返りましょう。2015年、I Need You で初の音楽番組1位。2016年、ブラッドスウェット&ティアーズでアジア席巻。2017年、スプリングデイは韓国チャート最長記録の不滅の名曲。同年 DNA でビルボード初入り。2018年、フェイクラブでHOT 100トップ10。そして2020年、ダイナマイトでついにHOT 100初の1位を獲得ですわ。ダイナマイトでHOT 100の1位を取った時、世界中のアーミーが泣いたって聞いたのだ。非英語圏のアーティストがビルボードのHOT 100で1位を取ること自体がほぼ不可能と思われていた壁でしたからね。それを韓国のボーイズグループが破ったのですわ。スプリングデイは韓国のチャートで何年もランクインし続けてるって本当なのだ。本当ですわ。2017年の曲が2026年になってもチャートに顔を出す。韓国ではゾンビ曲とも呼ばれていますわ。それだけ人々の心に深く刺さった曲なのですの。公演規模も見ましょう。Love Yourself ツアーは62回公演で約200万人動員、2.46 億ドルの収益。Permission to Dance はソーファイスタジアムたった4回だけで 21.4 万人動員、3330万ドルで大成功。そして2026年のアリランツアーは70回以上、34都市、240万枚チケット販売済みで、予想収益は 18.7 億ドルですわ。ソーファイスタジアムで、たった4回の公演だけで、3330万ドルなのだ。アメリカの1会場での公演としては、歴代2位の記録でしたわ。そしてアリランツアーは、テイラー・スウィフトのイーラズツアーに匹敵するのだ。しかもまだ、追加公演が発表される予定ですの。北米、ヨーロッパ、韓国公演はすでに完売。アジア人アーティストとして、歴代最多のチケット販売数を記録していますわ。そしてここからが、皆さんが最も気になるところでしょう。兵役からの帰還、そして2026年のカムバックですわ。2022年12月に、ジンが最初に入隊し、順次全員が入隊。2025年6月21日に、シュガが最後に除隊して、ついに全員集合。7月1日のリバース配信で730万人が同時視聴する中、カムバックとツアーを発表しましたの。2025年7月のリバース配信で全員が集まった瞬間、アーミーは泣いたのだ。730万人が同時に見てたのだ。RM は、僕たちは誰よりも切実に待ちましたと言い、自民は待ちに待った年がついに来たと、V は、2026年はもっといい思い出を作りましょうと語りましたわ。泣けるのだ。アルバムアリランは3月20日発売。全14曲収録で、リードシングルはスミム、プロデューサーにはディプロ、ライアンテダー、テームインパラのケビン・パーカー、JPEG マフィア、マイク・ウィル・メイド・イット、フルームなど豪華な顔ぶれ、全メンバーが作詞、作曲にクレジットされていますわ。プロデューサーがすごすぎるのだ。ディプロにテームインパラのケビン・パーカーなのだ。世界のトップクリエイターたちが集結していますわ。しかも全メンバーが作詞、作曲にクレジットされている。作られたアイドルではなく、自ら作るアーティストであることの証明ですわね。アルバム名がアリランっていうのも深いのだ。韓国の伝統民謡なのだ。日本で言えば、桜桜を現代ポップで再解釈するようなものですわ。自分たちのルーツを世界に発信するという宣言ですの。RM はデビュー時の気持ちで臨むと語っていましたわ。そして3月21日に、光カモンでカムバックライブ、ネットフリックスで全世界に生配信なのだ。光カモンは京福宮の正門で、ソウルの象徴的なランドマークですわ。そこで行われるライブが、190カ国に配信される。ソウル市は特別警備体制を敷くと、ロイターが報じていましたわね。国会イベントなのだ。そして、4月17日から18日は東京公演。映画館でのライブビューイングも同時開催されますわ。チケット情報は BTS ライブビューイング .com で、日本のアーミーの皆さん、
楽しみですわね。続くコーナーは、用語解説&海外の反応。メタン、渋谷駅でアイドルの誕生日を祝う、巨大広告を見たことがあるのだ。あれ何なのだ？あれはセンイル広告ですわ。センイルは韓国語で誕生日。ファンが自費で推しの誕生日にお祝い広告を出す文化なのですの。自費？お金持ちなのだ。個人ではなく、ファン同士でお金を集めるのが普通ですわ。韓国ではもう当たり前の文化で、地下鉄の駅やバス、ビルの電光掲示板に推しの写真が並びますの。日本でもやってるのだ。渋谷や新大久保で増えていますわね。そしてアーミーのセンイル広告は規模が桁違い。ニューヨークのタイムズスクエアや、ロンドンのピカデリーサーカスに巨大広告が出たこともありますの。世界の中心に推しの顔を出すのだ。ファンの愛がすごすぎるのだ。カフェイベントといって、推しの誕生日に合わせてカフェを貸し切り、特別メニューやグッズを用意するイベントもありますわ。ファン主導のプロモーション活動、これは K-POP 文化ならではですの。オールキルって怖い言葉なのだ。ゲームのやつなのだ。怖くないですわ。音楽でのオールキルは、韓国の主要音楽チャート、つまりメロン、ジニー、バグズ、バイブなどを同時に1位独占することを言いますの。全部1位ってことなのだ。その通り、日本で例えるなら、オリコン、ビルボードジャパン、LINE ミュージック、Spotify ジャパン、Apple ミュージックを全部同時に1位にするようなものですわ。そんなことできるのだ。BTS のダイナマイト、ワターは発売直後にオールキルを達成していますわ。アーミーの組織力と BTS の楽曲の力があってこそですの。3月20日のスウィムもオールキルするかなのだ。3年ぶりの完全体、カムバック、アーミーが本気を出したらまあ、見守りましょう。次は海外の反応。さて、BTS アリラン、カムバックに対する世界の反応を見てみましょう。まず韓国。韓国では、文字通り国家的イベントとして扱われていますわ。ソウル市が、光家紋コンサートに特別警備を編成したとロイターが報道。アリランという、アルバム名に涙が出る。韓国の魂を世界に届けてくれてありがとうという声もありますの。そしてアルバム輸出額が過去最高を超えたことへの誇りも見られますわ。ロイターが報道するアイドルのコンサートって本当に国家イベントなのだ。次に日本の反応です。東京公演、チケット争奪戦がすごかった。映画館ライブビューイングも即完売の勢い。J-POP もグローバルに出てほしい。デモアド、夜遊び、余熱原子がいい流れを作ってくれてる。20や XG を見ていると、K-POP と J-POP の未来は融合なんだなと感じる。K-POP のマーケティング戦略は本当に勉強になる。日本の音楽業界も見習うべき。日本のファンからは BTS への期待と同時に J-POP の海外展開への応援の声も多いですわね。そして中国。アルバム名、アリランは文化的深みがあるけい。K-POP 輸出額で中国が2位だったとは意外。台湾香港公演に絶対行く。待った甲斐があった。全世界で待ってた人がいるのだ。3年は長かったのだ。兵役という韓国特有の事情で、全盛期の BTS が活動を休止したのですからね。それでもファンは離れなかった。むしろ期間を待つ間に、ファンダムがさらに強固になったとも言われていますわ。待つことで、絆が深まるのだ。何回もいいのだ。ついに待っていた。クイズの時間が来たのだ。お待たせしました。2問題。正解はぜひコメント欄に書いてくださいませ。一時停止して、考えてからスクロールしてもいいですわよ。第1問。BTS 新アルバムアリランについて、正しい組み合わせはどれ？へい。全12曲で、リードシングルがボディとボディ、B。全14曲で、リードシングルがスミム、C。全14曲で、リードシングルがフーリガン、D。全16曲で、リードシングルがイントーザさん。C なのだ。フーリガンって名前がかっこいいから、これがリードシングルだと思うのだ。名前のかっこよさで選ばないでくださいませ。正解は B。全14曲収録、リードシングルはスウィムですわ。スウィムだったのだ。プロデューサー陣にはディプロ、テームインパラのケビン・パーカー、JPEG マフィアなど超豪華メンバーが参加。全メンバーがクレジットに名を連ねていますわ。さっき、ちゃんと説明したでしょうに。ごめんなさいなのだ。聞いてたのに、
名前のかっこよさに惑わされたのだ。コメント欄の皆さんは正解できましたか？第2問。こちらは少し考える問題ですわ。YOASOBIのアイドルが Spotify グローバルチャートで1位を獲得できた最大の要因と言われているものは TikTok でダンスがバズったから。B、アニメ推しの子の OP テーマだったから。C、K-POP ファンが応援ストリーミングしたから。D、英語バージョンを先行リリースしたから。これはわかるのだ。さっきメタンが言ってたのだ。B なのだ。おや、今度は自信がありそうですわね。正解は B、アニメ推しの子の OP テーマだったからですわ。やったーのだ。推しの子は世界同時配信されたアニメで、そのオープニングとしてアイドルが全世界のアニメファンの耳に一斉に届いたのですの。もちろん、楽曲自体の魅力もありますが、アニメの世界同時配信というインフラが決定的だったとされていますわ。K-POP は SNS で世界に出た。J-POP はアニメで世界に出た。道は違うけど、どっちも本物なのだ。素晴らしいまとめですわ。第1問を間違えたわけ、取り返しましたわね。えへへ。コメント欄の皆さん、正解できましたか？感想もぜひ書いてくださいませ。さて、長い旅もいよいよ終わりに近づいてきましたわ。もう終わりなのだ。あっという間だったのだ。最後に、K-POP と J-POP が互いから何を学べるか、そして一緒にどこへ向かうのかを考えましょう。まず、J-POP が K-POP から学べること。K-POP 派としては悔しいけど、聞くのだ。悔しがる必要はないですわ。学ぶことは成長すること。一つ目は、グローバル SNS 戦略。K-POP は Weverse、Twitter、TikTok、YouTube を駆使して、世界中のファンとリアルタイムでつながる仕組みを作り上げましたわ。J-POP のアーティストは SNS が苦手な人が多い印象なのだ。二つ目は、体系的な育成システムと、グローバルオーディション、20の成功が証明したように、日本の才能を K-POP 式で育てれば、世界に通用するのですの。三つ目は、デジタルファースト戦略。ストリーミング時代に CD だけに頼るのは限界がありますわ。逆に K-POP が J-POP から学べること。J-POP の番なのだ。一つ目はアーティストの個性と創作の自由。K-POP の練習生制度は効率的ですが、時に個性を抑え込むという批判もありますの。J-POP の方がアーティストが自分らしく表現できる自由度が高い。米津玄師が事務所にこういう曲を作れって言われてたら、今の米津玄師はいなかったかもしれないのだ。その通りですわ。二つ目は、ボカロからニコ動を経て、メジャーへという独自の才能エコシステム。ネットの海から自然に才能が育つこの仕組みは、K-POP にはない日本特有のものですの。そして三つ目はアニメとの最強シナジー。K-POP もアニメ、OST への参加を増やしていますが、J-POP の本家にはかなわないですわ。あとは安定した国内市場なのだ。世界第2位の市場があるから、無理に海外を追わなくてもロングランできるのだ。いい指摘ですわ。国内基盤が安定しているからこそ、長期的なキャリアを築けるのですの。そして最も大切なこと、K-POP と J-POP はライバルではなく、仲間だということですわ。いいこと言うのだ。20、XG、チーム、TWICE、すでに融合は始まっていますわ。日本人が K-POP の舞台で輝き、K-POP のアーティストが日本で愛される。この相互の流れは、もう止められませんの。未来はどうなるのだ？いくつかの可能性が見えていますわ。まず、アニメと K-POP のクロスオーバー。すでに、ストレイキッズや80sがアニメ OST に参加していますが、これがもっと増えるでしょう。J-POP のアニメ連携力と K-POP のパフォーマンス力が合わされば、最強のコンテンツが生まれますわ。鬼滅の刃の主題歌を BTS が歌うとか想像するとやばいのだ。そしてアジアンポップという概念。K-POP でも J-POP でもない、アジア全体の音楽として世界に認知される流れが来ていますの。XG はまさにその先駆者ですわ。言葉も国境も超えて、いい音楽はいい音楽として聴かれる時代が来るのだ。K-POP の SNS 戦略と J-POP のアニメパワー、この二つが組み合わされたら、それこそ世界の音楽地図が塗り替わるかもしれませんわ。そして何より、相互尊重に基づく善意の競争がお互いを成長させるのですの。では、
最後に心に残る言葉を送りますわ。ドイツの哲学者、フリードリヒ・ニーチェはこう言いました。音楽なしでは、人生は誤りである。K-POP も J-POP も、誰かの人生を照らす光ですわ。BTS の音楽は世界中の若者に、自分自身を愛することを教えました。YOASOBIのアイドルは、国境を越えて誰かの心を震わせました。Adoの声は、顔を見せなくても魂で届けられることを証明しました。音楽がある限り、人生に誤りはない。私はそう思いますの。僕からも一つ、アメリカの指揮者、レナード・バーンスタインの言葉なのだ。音楽は国境を知らない、人の魂に直接語りかけるものだから、K-POP の言葉はわからなくても、メロディが心に届くのだ。J-POP の歌詞が読めなくても、感情は伝わるのだ。BTS のアリランというタイトルは韓国の魂だけど、その音楽は世界中の人のものなのだ。国境は地図の上にはあるけど、音楽の中にはないのだ。ずんだもん、今日はいつもより素敵でしたわね。いつもはおバカキャラだけど、たまにはかっこいいところ見せたいのだ。そういうところが可愛いですわね。さて、皆さん、今日は40分間の長旅、お付き合いいただき、ありがとうございますわ。振り返るのだ。K-POP は30年ぶりに世界を席巻した。J-POP は世界第2位の市場と、アニメとボカロという独自の強みを持つ。20XG。TWICE が融合の未来を示した。BTS は3月20日に、アリランでカムバック。そして K-POP と J-POP はライバルじゃなくて仲間なのだ。最後にお知らせですわ。3月20日に BTS アリラン、アルバム発売。3月21日に光カモンカムバックライブ。Netflix 190カ国制配信で日本時間午後8時から。3月27日には Netflix ドキュメンタリー BTS ザリターン公開。4月9日に韓国高秀ツアー開始。そして4月17日から18日は東京公演で映画館ライブビューイングも同時開催ですわ。みんなに聞きたいことがあるのだ。コメント欄で教えてほしいのだ。あなたの推しは誰？ K-POP と J-POP どっちが好き？両方でも OK なのだ。クイズ何問正解した？取り上げてほしいテーマはある？コメント待ってるのだ。僕は全員推しだから選べないのだ。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますわ。通知ベルもオンにしてくれたら嬉しいですの。次回もきっと皆さんの好奇心を満たす動画をお届けしますわ。次回もお楽しみにしてほしいのだ。それではバイバイなのだ。ごきげんよう。あ、最後に一つ。何ですの？ 4月17日から18日、東京ドームの公演、忘れないでほしいのだ。それは大事ですわね。では皆さん、アリランでまたお会いしましょう。